皆さんこんにちは。日本語ポッドキャストのりゅうです。今日は日本人が日常会話で毎日本当によく使うカジュアルな表現を厳選してご紹介します。これらの表現を覚えることによってより自然に会話をすることができるようになると思います。ぜひ使ってみてくださいね。まず一つ目はお疲れ、お疲れ様です。仕事終わりや同僚や友人との挨拶の言葉として幅広く使う表現ですね。上司などに対して丁寧に言うときはお疲れ様ですと言います。仕事終わりの場面ではこんな風に使います。お疲れ、今日残業だったの？お疲れ様。そう、ちょっとメール返してたら遅くなっちゃって、そっちはもう終わり？うん、今から帰る。また明日ね。お疲れ。お疲れ様。気をつけて帰ってね。こんな感じです。また、メッセージアプリの最初の挨拶で使うこともあります。例えばこんな風に使います。お疲れ。今週末の予定なんだけどさ、空いてる？お疲れ様。今週末か。土曜の昼なら空いてるよ。マジ？じゃあ土曜のランチ一緒にどう？いいね。行こう行こう。次に二つ目は、マジです。マジは日本語のカジュアルな日常会話で非常によく使われる万能ワードです。主に本当、すごくといった意味で使われます。例えば、本当なの？嘘でしょ？と驚いたときはこんな風に使えます。明日学校休みだって。マジ？財布忘れた。マジ？大丈夫？どうでしょうか。次に自分が言っていることが嘘ではなく本当であることや本気であることを相手に信じさせたいときに使うこともできます。例えば美味しい料理を友達に勧めるとき、これマジで美味しいから食べてみて。友達に驚くような話をしているとき、それって本当の話？うん。冗談じゃなくてマジな話なんだよね。最後に英語の really や very のように物事の度合いが甚だしいことを表すときにも使えます。こんな感じです。今日マジで熱くない？このゲームマジで面白い。いかがだったでしょうか。マジは非常にカジュアルでフランクな表現です。親しい友人や同僚との会話ではとても自然ですが、目上の人やビジネスなどのフォーマルな場では使わないように注意しましょう。フォーマルな場では、本当ですか？とても、非常に、などに言い換えましょう。次に3つ目の表現は、やばいです。やばいもマジと並んで日本語の日常会話に欠かせない超定番の万能ワードです。もともとは危険や不都合な状況を表す言葉でしたが、現代のカジュアルな会話では悪い意味から良い意味まで感情が大きく動いたときに幅広く使われるのが特徴です。トラブルや失敗、困った状況に直面したとき、大変だ、まずいという意味で使います。こんな感じです。財布忘れた、やばい、どうしよう。寝坊した、やばい、電車に間に合わない。さらに、美味しさ、美しさ、楽しさなどが想像を超えていて、テンションが上がったときに使います。例文を確認しましょう。
このラーメンやばいくらい美味しい。今のライブ演出がやばかった。やばいはポジティブにもネガティブにも、そして単なる強調にも使えるので、日本語の会話においてこれ一つで何でも感情が表現できる最強のワードと言っても過言ではありません。たった一言なのに、表情や前後の文脈だけで相手にちゃんと意味が伝わってしまうのが面白いところです。やばいは非常に便利で、ネイティブも毎日使いますが、若者言葉超カジュアルな表現です。基本的には友人同士や気の置けない間柄で使われ、目上の人やビジネスシーンでは、すごいですね、大変ですね、など意味に応じて言い換えるのが無難です。次に4つ目と5つ目の表現は、めっちゃと超です。めっちゃも日常会話で毎日のように使われる超定番の強調ワードです。もともとは関西の方言、めちゃくちゃの略ですが、現代では日本全国のカジュアルな会話で広く使われています。英語のベリーやリエリーに一番近いニュアンスです。例えば気温の高さに共感を求めるとき、今日めっちゃ暑くない？と言ったりします。丁寧に言うと、今日はとても暑いですねになりますね。あとは、この映画めっちゃ面白かったよとか、昨日夜更かししたから今めっちゃ眠いという風に使うことができますね。これと似た表現で超という表現もあります。ほとんど同じ意味で同じように使いますが、若干ニュアンスに違いがあります。本当に若干です。めっちゃは幅広い世代で広く使われ、自然で柔らかい響きがあります。超は若者言葉っぽさが強く、少しポップで勢いのある響きになります。超美味しいとか超やばいなどと言ったりしますね。それではめっちゃと超を使った例文をまとめて確認していきましょう。まずはめっちゃを使った例文です。今日めっちゃ天気良くてピクニック日和だね。このラーメンスープがめっちゃ濃厚で最高。久しぶりに友達と会ったら話が弾んでめっちゃ楽しかった。セールやってたから欲しかった服をめっちゃ安く買えた。昨日夜更かししちゃったから今朝はめっちゃ起きるのつらかった。あの人英語がめっちゃペラペラでびっくりした。この問題めっちゃ難しくない？全然わかんないよ。忘れ物ないか確認したのに財布忘れてめっちゃ焦った。新しいカフェのコーヒーめっちゃいい匂いがする。次に超を使った例文です。超美味しい。このケーキお店で買ってきたの？昨日のホラー映画怖すぎて超ビビったわ。このスマホゲーム友達の間で超流行ってるんだよね。外風が強くて超寒くない？早く中に入ろう。その服色もデザインも超似合ってるよ。課題が超めんどくさくてまだ全然手をつけてない。あの角を曲がったら超近道だからそっち行こう。一睡もしていないから今超眠い。プレミアム席だけあってこのライブのチケット超高いね。次に6つ目の表現は確かにです。日本語の日常会話において確かには相手の意見に強く同意したり納得したりするときに使う非常に便利な相槌表現です。確かにという言葉自体はフォーマルな場でも使われますが、会話の語尾に簡単符、びっくりマークをつけて確かにとカジュアルに言うときは、
友人同士や同僚とのフランクなやりとりで欠かせない定番フレーズになります。この表現の最大の特徴は、相手の言っていることがもっともだ。自分では思いつかなかったけれど、言われてみれば確かにその通りだという、相手への肯定と共感を同時に示せる点にあります。単にはいと返事をするよりも、あなたの意見をしっかり受け止めて納得しましたというポジティブなニュアンスが強く伝わるため、会話がとてもスムーズに盛り上がります。2つのシチュエーションを確認してみましょう。今回の企画、ターゲット層をもう少し若い世代に絞った方がいいんじゃない？確かに、その視点すっかり忘れてた。デザインも変えた方が良さそうだね。次の例です。月曜日の朝って、なんでこんなに布団から出るのが辛いんだろうね。確かに、週末あんなに寝たのに、月曜になった途端これだもんね。確かにはカジュアルな表現ですが、ビジネスシーンなど少し丁寧な場面で使う場合は、おっしゃる通りですね。確かにその通りですねと言い換えることで、失礼のない大人の表現になります。7つ目の表現は、です。日本語の会話において、は、言葉に詰まった時や、次に話す内容を頭の中で組み立てている時にとっさに発せられる、フィラーの代表的な表現です。日本語ネイティブの日常会話では、老若男女問わず毎日のように無意識で使われている極めて身近なフレーズです。実際の日常会話では主に次のような場面で使われます。例えば記憶をたどるときや思い出そうとしているときです。来週の飲み会のお店どこだっけ？確か駅前の新しい居酒屋だった気がする。また次に話す内容やどう伝えるべきか迷っている時も使いますね。週末の予定ってどう？土曜日の午前中は用事があるんだけど、午後なら空いてるよ。あとはすぐに返答するのが難しい質問をされたとき、少し時間を稼ぐために使います。こんな感じです。この書類どこにしまえばいい？ちょっと待ってね。今棚のファイルを確認するから。これだ、一番上の段にお願い。は会話をスムーズにするための便利なクッションですが、あまりに一回の会話で多用しすぎると、話をあんまり考えてないのかな、自信がなさそうに聞こえるなという印象を与えてしまうことがあります。特にプレゼンテーションや面接などのフォーマルな場面では、できるだけ使わず少しの間で耐える方がスマートです。8つ目の表現は、どうする？です。日本語の日常会話において、どうする？は、相手と一緒にこれからの行動を決めたり、予定を尋ねたりするときに使う定番のフレーズです。どうする？の一言だけで、これからどうしようか、あなたはどうしたい？という問いかけを伝えることができ、友人、家族、恋人、同僚など、あらゆる親しい人間関係の中で欠かせない表現となっています。命令形ではなく、あくまで相手と一緒に考えようとする。フラットな響きがあるため、堅苦しくなく、リラックスした関係性を築く上でとても便利な言葉です。例えば、これから遊ぶ予定や旅行の計画などを相談する場面で、相手の意見を促すときに使います。そろそろお昼ご飯の時間だけど、どこかお店決めてる？特に決めてないや。近くに新しいラーメン屋できたけど、そこにする？それとも別のところにする？どうする？今から行ってみる？また、トラブルやハプニングが起きた時にも使いますね。
こんな感じです。やばい、予約してた電車の時間、もうすぐ過ぎちゃう。マジで？じゃあ次の特急券を取るしかないか。特急券の空席、まだ残ってるかな？ちょっとスマホで調べてみる。どうする？もし満席だったら、普通列車で行く？どうする？は非常にフレンドリーな表現であるため、敬語を必要とするビジネスシーンや目上の人に対して使うのは不適切です。フォーマルな場面ではどうされますか？いかがいたしましょうか？どのように対応いたしましょうか？と言い換える必要があります。次に9つ目の表現はしょうがないです。日本語の日常会話においてしょうがないは思わしくない状況やトラブルに直面したとき、どうしようもない、諦めるしかない、仕方がないと受け入れるときに使います。実際の日常会話では主に次のような場面で使われます。自分の力ではどうにもできないアクシデントや避けられないハプニングが起きたとき、気持ちを切り替えるために使います。例えばこんな感じです。せっかくのバーベキューだったのに、急に雨降ってきたね。しょうがないよ。こればっかりはお天気だしね。室内に移動しようか。また、ついていない状況やどうしようもない不条理なことに対して、相手と一緒に仕方ないよねと納得し合う場面でも使います。今週ずっと残業続きで本当に疲れた。今期の繁忙期はしょうがないよね。来週は絶対ゆっくり休もう。一つの失敗を引きずらず、もう終わったことは仕方ないから次に進もうと前を向くためのクッション言葉としても使います。欲しかった限定のチケット、売り切れちゃってた。残念だね。でも買えなかったのはしょうがない。次の先行予約に期待しよう。しょうがないは親しい間柄での日常会話に欠かせない言葉ですが、少しフランクな響きがあるため、ビジネスシーンで顧客や目上の人に対して使うのは避けた方が無難です。仕事の場面でやむを得ない事情を伝えるときは、やむを得ないですね、仕方がないですねという丁寧な表現に言い換えます。10個目の表現は別れの言葉です。3つまとめて紹介します。まずはまたねです。最も万能で使いやすいフレーズです。学校や職場の帰り際、電話を切るとき、チャットのやり取りの締めくくりなど、あらゆる場面で自然に使えます。例えば、友人との別れ際の場面を見てみましょう。じゃあ、私こっちの方向だからまたね。気をつけて帰ってね。またね。次は、じゃあねです。またねと同じく、別れ際のカジュアルな挨拶です。またねよりもさらにフランクで、少し勢いのある挨拶です。別れ際にパッと手軽に言えるため、学生や若い世代を中心に非常によく使います。楽しかったね。明日の朝また駅前で待ち合わせね。了解。じゃあね。最後はまた今度です。今日のお別れの挨拶だけでなく、次に会う約束や遊びや食事などを次に持ち越すときに使う前向きなフレーズです。誘いを断るときや楽しい時間を切り上げる際にもよく使われます。今日は時間がなくなっちゃって行きたかったカフェに行けなかったね。本当だね。残念だけどそれはまた今度。次の休みにリベンジしよう。これらの挨拶はすべて非常にカジュアルな表現であるため、ビジネスシーンで取引先や上司に対して使うのは不適切です。仕事の終わりには、お疲れ様です。失礼します。また明日よろしくお願いいたしますといった丁寧な表現を使うのがマナーです。ということで、10個の日常会話でよく使う表現について紹介していきました。いかがだったでしょうか。
これらの表現はぜひ友達との会話で積極的に使ってみてください。より心の距離が縮まると思います。それでは今日はこの辺りで終わりたいと思います。またね。